ベイブレーどうもー、ベイブレード開発チームの高坂だ。ベイブレー今日はベイブレード X レギュレーションのうちお問い合わせが多かった内容について解説していきたいと思います。はじめに、レギュレーションは大会やイベントに参加される全ての方に適用されます。全ての判断はジャッジに従ってください。ベイブレードやランチャー、グリップなどへの塗装、シールの貼り付けについて、次のような塗装、シールの貼り付けは原則禁止です。ただし前述の内容に抵触しない範囲でペンで印をつけることなどは可能です。例えば画像のような箇所であれば書くことができます。スタジアムについて、ベイブレード X シリーズのスタジアムのみ使用できます。スタジアムはスタジアム本体、スタジアムカバーで構成されています。シュートエリアとはスタジアムカバー中央の穴のことです。エクストリームラインとはスタジアム本体に固定されたレールパーツのことです。オーバーゾーンとは画像で表示されているスタジアムの手前左右2箇所にあるポケットのことです。エクストリームゾーンとは画像で表示されているスタジアムの手前中央にある穴のことです。バトルゾーンとはスタジアム本体のオーバーゾーン、エクストリームゾーン以外の部分のことです。シュートポジションについて、シュートポジションは画像の向きのスタジアムに対して右か左かを指します。シュートポジション、レフトサイド、ライトサイドをじゃんけんなど公平な手段で決めてください。選んだシュートポジションはその試合の間は変えることができません。もしスタジアムの向きが試合の間で変わった場合、試合開始時点でのシュートポジションに移動してから試合を再開してください。バトルの勝敗について、相手よりもバトルゾーンの中で回り続けたベイの勝利となります。勝敗の決定、決まり手はジャッジに従ってください。シュートミス、フライング、後出しがなくバトルを開始した場合の決まり手について、下記決まり手に応じたポイントを取得します。4ポイント選手にて試合に勝利となります。エクストリームフィニッシュ、相手のベイ全体がエクストリームゾーンに入りバトルゾーンに戻ってこれないとジャッジが判断した状態、3ポイント獲得。オーバーフィニッシュ、相手のベイ全体がオーバーゾーンに入りバトルゾーンに戻ってこれないとジャッジが判断した状態、2ポイント獲得。バーストフィニッシュ、自分のベイより先に相手のパーツが外れかつ分離した状態、2ポイント獲得。ブレードだけが分離した状態、ビットだけが分離した状態、ブレード、ラチェット、ビットそれぞれが分離した状態、全てがバーストフィニッシュの対象です。スピンフィニッシュ、自分のベイよりも先にバトルゾーン内で相手のベイの本来の回転方向の速度が0になった状態、1ポイント獲得。ただしエクストリームゾーンやオーバーゾーンに一度入ったベイがバトルゾーンに戻ってきた場合、リバースとなりバトルが続行します。複数の決まり手が同バトルで成立した場合、以下を発生タイミングとし、発生が早かった方の決まり手にてバトルの勝ち負けを判断します。エクストリームフィニッシュ、ベイ全体がエクストリームゾーンに入った瞬間。オーバーフィニッシュ、ベイ全体がオーバーゾーンに入った瞬間。バーストフィニッシュ、ベイのパーツが外れかつ分離した瞬間。スピンフィニッシュ、ベイの本来の回転方向の速度が0になった瞬間。すでにバトルゾーン内で停止したベイ A にまだ動いているベイ B が当たりオーバーゾーンに入った状態。こちらは先にベイ A のスピンフィニッシュが成立しているためオーバーフィニッシュにはならず、
ベイ B がスピンフィニッシュで勝利となります。バトルゾーン内でベイ A がバースト。バースト後にバーストしたパーツの一部がオーバーゾーンに入った状態。これは先にベイ A のバーストフィニッシュが成立しているためオーバーフィニッシュにはならず、ベイ B がバーストフィニッシュで勝利となります。ベイ A 全体がエクストリームゾーンに入った直後にスタジアムカバーに当たりバーストした状態。こちらはエクストリームゾーンに入った瞬間にエクストリームフィニッシュが発生。その後バーストしたためバーストフィニッシュが発生成立。エクストリームゾーン内でバーストしたためバトルゾーンに戻れないと判断されエクストリームフィニッシュが成立。この時点で発生タイミングを遡り先にエクストリームフィニッシュが発生しているためベイ B がエクストリームフィニッシュで勝利となります。バトルゾーン内でベイ A がバースト。ほぼ同時にベイ B 全体がオーバーゾーンに入りオーバーゾーン内で停止した状態。この場合ベイ同士のぶつかり合いでバーストが起きているのであればベイ同士がぶつかり合ってからベイ B がオーバーゾーンに移動するまでにわずかに時間がかかっていると判断します。そのためほぼ同時に見えていてもバーストフィニッシュの発生成立の方が早いと判断します。ただしベイ同士のぶつかり合いの後にエクストリームラインやスタジアム内の壁などにぶつかってベイ A がバーストした場合はその限りではないため先に発生したとジャッジが判断した決まり手が優先されます。ベイ A 全体がオーバーゾーンに入るがまだオーバーゾーン内で回転している間にベイ B がバトルゾーン内で停止。その後ベイ A がオーバーゾーン内で停止した状態。こちらはベイ A 全体がオーバーゾーンに入った瞬間にオーバーフィニッシュが発生。回転している間にベイ B がバトルゾーン内で停止したためスピンフィニッシュが発生成立。その後ベイ A がオーバーゾーン内で停止したためバトルゾーンに戻れないと判断されオーバーフィニッシュが成立。発生タイミングを遡り先にオーバーフィニッシュが発生しているためベイ B がオーバーフィニッシュで勝利となります。もしベイ B がバトルゾーン内で停止後ベイ A がリバースした場合ベイ A はオーバーゾーンからバトルゾーンに戻れたという判断になりベイ A のオーバーフィニッシュの発生が取り消されます。その時点でベイ B のスピンフィニッシュが発生成立しているためベイ A がスピンフィニッシュで勝利となります。決まり手の発生タイミングが同時だった場合もしくは同時だとジャッジが判断した場合は引き分けとし再バトルとなります。オーバーゾーンやエクストリームゾーン以外の場所からスタジアム外にベイが出てバトルゾーンに戻ってこれない場合などどの決まり手とも判断ができない場合ジャッジの判断に従いそのバトルをやり直す場合があります。こちらでお問い合わせの多かった内容の解説は以上になります。大会やイベントの際はジャッジやスタッフの指示に従い楽しく参加しましょう。それでは3、2、1、ゴーシュー。バイバーイ。